今回の旅は、関東遠征だぜー。イエーイ。今日はやけにテンション高いな。まあ普段陰キャの街しか行かねえからな。つまりここは陽キャの街と遠征と言いつつスタート関東なのか。早期にしたら負けですよ、お嬢ちゃん。大回りは初めてだからワクワクだね。なんでもう電子ドラッグの最寄りの言い方やめろ。おじいちゃんの家この辺だから仕方ないね。ここから160円ってどこだよ。国分寺までだね。国分寺から派生部で帰る予定だよ。205系も減ってきたみたいだね。正直メルヘン顔に撮ったかった。と言いつつやってきたのは231。よりによって一番つまらないやつ。マジでショッタバ機器更新しすぎ。マジそれな。マジ231だけは勘弁して。さっきからマジ使いすぎじゃね。ここにマジシャンマリサがいるから仕方ないな。誰がマジシャンじゃい。誠に残念なのですが、こちらの車両。東京でもちゃんと呪われてますね。っていうかここどこだよ。お前新幹線でも乗るのか？そんな貧乏アラミリが乗るわけないだろ。この前神宮前から名古屋の間課金してたような。その日は 1703F 乗ろうとしたら、まさかの新沼で 1702F に差し替えられて、港南通過してって、前に行ったと思ったら 2234F が走ってたから。2234に乗るためだけに名古屋行きに乗ったということだね。なおチケットホルダーが使い物にならなかったのはまた別のお話。というわけでいい電ですね。堅苦いんだが。最強戦だね。ここから大宮まで乗るよ。この区間にもう一度乗車したかったからね。真横に新幹線が走ってるね。奥から来たのはワシワシマックスちゃんだね。いやただのマックスだわ。確かにこの子巨乳キャラっぽいからね。わかる気がする。16両オール2階建てとか。っていうかさ、あの子名前的にこっちじゃね？いや天才かよ。なんで気づかなかったんだよ。話すネタないから大宮までカット。これが噂の墜落インバーターだね。矢野初期の車両は更新されてるみたいだな。そんなすぐに更新する必要あるのか？まあこれが100砂漠降りでいい。と思ったら意外と横骨応援だね。後ろに見慣れない車両がいるね。あれは東武8000系だね。結構古くてたくさん製造された車両だよ。自分東武は詳しくないからな。とにかく池袋の発車メロディを変えたのは許さん。話変わるけどこの車両もたくさん製造されたよね。宇都宮も高崎も熱海もこいつだからね。233もいるけど全然少ないもんな。この車両だと停車時の音の方が好きだったりする。音が上がってく感じが好き。後ろも空略車だな。あ、いい音。京浜東北線に乗車。おっとここで並走バトル。相手は E231 系、そして E7 系新幹線。軌道加速度的には有利なのかな？おお、均衡型を追い抜いてるね。さて結果はどうなるか。勝ちました。なんで負けたか明日まで考えといてください。いやこれ新幹線が勝ってますやん。やっぱ新幹線だったんじゃないですかね。さてアラミリは浦和に到着して焦ってますね。ラック南浦和通り過ぎたかと思ったもん。お前は東西南北もわからねえのか。まあ初メロ聞けたからよかったんですけど。あとちょっとで冬だったのにね。南浦和到着。武蔵野線で行けば一駅だったけど。それは言わないお約束。というわけで武蔵野線ホームに移動。さて乗車弁は？さすがにつまんないので途中で後続の列車に乗り換え。この顔もいいね。メルヘンいるうちに来たかったな。今回これでどこまで行くの？新松戸まで行く予定だよ。爆音コンプレッサーで東洋 IGBT も違和感だけど、この見た目で東洋 IGBT も違和感あるね。なぜかいきなり新松戸。編集サボってたら動画ファイルなくなってる現象。やってきたのは前の動画の千代田線で死ぬほど見たやつですね。これでアビコまで行きます。アビコといえば唐揚げそば。その件なんだけど。いやさ、さっきから謎の視線を感じるんだよね。マリサ急にどうしたのよ。さてここの駅はもしかして、あの大先輩様の最寄り駅、柏駅ではないか。初めて来たけどかなり大きい駅だね。失礼いたしました。柏森と出てしまいました。どういうことだよ。アビコ到着までカット。さあ手前の旅で全然来なかった1万6000系の初期車がいるね。狙ってない時に限ってくるのほんとひで。今まで予定より早めに移動できていたので早めに着いたんですけど、1時間に2本という、しょうがなく30分近く待ちました。唐揚げそば食べなかったのか？それがですね、存在を忘れていました。ということで成田線に乗っていきます。真面目に喋ることなくなってきたので、コメント返信のコーナー。自由は2面2002段じゃなくて2面4002段ですよ。やっちまったぜ。完全にミスりました。はい。2面2002段は需要皆無。9500系はフリー Wi-Fi もついてるから狙って乗りたい車両だね。3500系の更新車は自分は好きですというか嫌いな人多いのなんでやろ。LED 幕とか綺麗な車内は私も好きなんですけど、小さい頃から電車の音と言ったら未更新のあの音だから好きになれないんですよね。どうせなら LCD にしてください。本当に足立区にいたらいいんですけどね。先輩実況者様のネタ勝手にパクったら本人して困惑。ああ痛い。アストラルの力でなんとかなり無ませんかね。理ですね、諦めてください。しょぼん。名鉄旅をしたと聞いて、味噌カツで飯テロかましましょうか。僕ソースカツ派だなんこれはいけないシベリア送りだ。吉井田線で駒ヶ根に今度なれば副長というか全然違うハンからな。マー投げればいいんじゃない？初コメです。あの下展望席良いですね。いずれ名鉄もしっかり回ってみたいです。はずきちゃんかわいい。わかりみが深い。名鉄については奥が深いので注意してください。本音は糸沼にはまるんだしっかり強調してやるかって。イブソフトは神。今日のコメント返信はここまで。みんなぜひぜひコメントしてね。なんて言ってたら成田に到着したね。
今日は大晦日だからよかったけど、明日だったら初詣でもっと混んでただろうね。ここから乗るのは209系だね。この子も余命宣告されたっけ？ E121 と E233 に置き換えられるっぽいね。海沿いを走ってるから仕方ない気もするけどね。E のつかない車両も減ってきたね。207系が東西で被ったから付け始めたと聞いたことがある。これに乗って終点の千葉まで行くよ。桜駅だね。ここの駅の初メロはトップクラスに好きだよ。フルコーラス来い。めっちゃ微妙。ここが大都会千葉か。乗り換えるよ。外房線って書いてあるな。ということは次の車両も。安定の丸9決まり。なるほど、蘇我から京葉線に乗るのか。その通り。ザバーだ。敬語にしなくてよろしい。相変わらずドアチャイム劣化してるな。ここが蘇我駅なんだな。日本人のリア充がよく見る行き先ランキング第1。無事に蘇我駅を出発。無事なのか？蘇我と言ったら蘇我市。蘇我の馬子。もちろんここの住所は蘇我市。残念千葉市でした。佐世千葉港に到着。ここの駅の発車メロディーがね、JR 東日本の中では一番好きなんだ。フルコイ。この駅は仕方ないな。おお、いろいろな車両が止まってるね。ここは京葉車両センターだ。昼間とはいえこんなにたくさんの車両が置いてあるのはびっくりだね。東京メガループを支えている車両基地だね。それにしても武蔵野線こんなに車両必要なのか？詳しい人誰か教えてください。京葉線と言ったらディズニーランドだよね。僕ミッキーマウス大好き。毎日でも行きたくなるな。大津南船橋で降りてるじゃねえか。名車間に合うなんてねえんだよ。あんなリア充王国に行くわけねえさっきのはだろ。何だったんだよ。さて乗車電はなんと209系のようだね。やっとこの子が来てくれたよ。どこまで行くんだよ。西船橋だよ。これで武蔵野線の車両は全てクリアだね。変顔。まだその話引きずってるのか？今日だけでも3回目だぞ。もう話すネタがなくなったんだけど。最近途中でゲーム実況やるのが流行ってるよね。流行るなんて言わないよな。最近何流行ってるの？さすが流行についていけない男。動物の森とかフォートナイトじゃないのか？やってるやつ陽キャやん。そういうお前は。マインクラよく飽きないよな。そういえば活動開始後から犬山線再現も本格的にやる予定だから楽しみにしててね。というわけで有効に乗るためにゲーム実況をやっていきます。おいおいちょっと待て。有効に乗るってなんだよ。1990年って書いてあるじゃねえか。今何年だと思ってるんだ。 30年後ですね。はい。スーパーデュオドリコとか EF200 とかの時代だ。もう廃車の時期じゃないか。下手すぎるのでゴールまでカット。その後は駅のホームですっぽんぽんして、みんな大好きお城に到着。さすがスーパーファミコンだから画質は悪いね。マリオメーカーだといいのかな。その加減のマリオメーカーで見た人も多いと思うよ。けどこれ鉄旅動画だからな。100稼ぎだから仕方なし。すまんが話すことないんだけど。安心しろ愛もないから。鉄旅戻れよ。それでは恒例のあれをやって終わりましょう。あれってなんだ？いや弾幕注意ってなんだよ。ここの奥目だぞ。なわさだまさし。やりたかっただけですね。わかります。後ろにあるのがどこでもドアだね。どう見ても違うだろ。ここの扉を開けたらそこは西船橋だった。そうだよ。総武線ホームに移動。残念ながら6ダー車はついてませんね。元や手編成だし。奥には東西線がいるね。同じ西船橋を出て中野でまた出会うという。ちなみに運賃と所要時間の比較はこちら。メトロの方が安いね。奥にいるのは快速中野駅だね。みっちゃ聖地大田川なんだよな。行ったことは？嘘つけあるだろ。改札の外出たことないんだよね。ちなみに秋田のイオンは何回か行ってます。あそこ福福線だからいいよね。ほんとみっちゃん可愛すぎてキモいからはよそこどけ。わかりましたフラン様。ネックススーパーアタック駅なんだよこの言い方。スカイツリーが見えてきたね。もう何も感じないけどまだ10年も経ってないんだよね。あれ？単線の線路が伸びてるね。あれは越中島支線といって、あの都心の秘境駅で有名な越中島まで伸びてるよ。越中島といっても京葉線の地下駅と違って、貨物駅で塩見駅の方が近かったりするよ。東京メトロの深川車両基地も隣接してるね。都心にも面白い支線があったんだね。なんて話してたら駅に到着したね。ここはどこだ？秋葉原だぜ。イエーイ。やべえここ神かよ。ラブライブの後ろを振り向けば。おー、ボーカル組じゃん。心マジ天使。山手線ホームにやってきたね。ここで目的の車両を待つよ。山手線と言ったらあの車両しかないよな。もうそろそろ来るんじゃないかな。今回の旅のメイン列車。こいつを見るために大回りしたと言っても過言ではない。よし来たね。山手線と言ったらこの音だよね。東京に来たら必ずと言っていいほど聞いてたからな。この後乗るから安心してね。東京に来たって感じがするね。もう見ることができないなんて。日々の記録って大事なんだな。次の2、3日までに昼食を済ませないと。今日は1本が外回りで1本が内回りだよ。
さて、乗車電波入線してきたわね。乗るのはもちろん E231。皆様に残念なお知らせ。ガラスの反射がひどく、モザイクとかめんどくさいので、ここまでカットとなります。おい編集サボるなって。終わる気がしないんだよ。実況に戻れ。それで箱の車両について紹介していきましょう。いや、そういうの。2002年にオンボロを駆逐するために導入した車両ですね。こいつ音やばくね。なんか音がうちの3500系くらいやこれ名ばいですけど。鉄民の人しかわからないだろ。東京駅でだいぶ降りたね。さすが乗り換え路線が多い駅。やべえ話すことマジでねお前マジで休止するのか。休止って言っても数ヶ月だし、放置みたいなもんでしょ。一応これ一区切りの動画だからな。いやーリゼロに始まりましたね。レムリンはどこへ？こいつリゼロにて寝てたら3710円逃したからね。行く月10円は辛すぎる。学校前に神宮前行ってこれたのに。その日以来毎日5編成の運用を調べた結果、美濃太の帽子から37ストーカーアラミリって呼ばれてたからね。さて山手線は東京駅を発車したね。さすがは日本の人って感じだな。新幹線が来たね。N700 系か。ここは名古屋と変わらないね。今度はモノレールだね。そういえば最後尾に移動してきたんだな。実は次の駅であるものが見れるからね。田町だね。いや違うから。中トロ。甘エビロール、サーモンハンバーグ、いなり、サラダ、サーモン炙り、パフェ。イワシ。田町に到着したね。そういえばウプ主、秋葉原でなんて言ってたっけ？外回りと内回りが1本ずつ。今残っているのが東505編成と、東506編成。つまり、そういうことさ。それってもしかして、お待たせ。2本しか残っていない E231 系が、並んだ。数年前までは当たり前だったのに。もう見れないんだね。でも最後に見れたからよかったんじゃない？そうだね。山手線の E231 系時代とは本当にお別れなんだね。東京の電車といったらこれだったよね。西武拝島県民で高田の馬場使うのもあって、何回もお世話になったからね。空は綺麗な青色。新しい舞台でも頑張ってほしいよね。ありがとう、E231 系。京浜東北線に乗車して、高輪ゲートウェイ通過ゲー、ホームの色は白系かな？普通に駅だね。特に映すものもなし、ゲト線を先行かないことに気づきでしょ。京急が止まってるね。まあ自分線 17F にしか興味ないんですけどね。お前ほんと7って数字好きだよな。好きな野球選手の背番号は？ 25。 7じゃないんかい。証証明10の位を X、1の位を I とする。X プラス Y イコール2プラス5イコール7。はい、7になりました。お疲れ様。今日は、名鉄電車。がなぜ赤いのか、知っておこう。じゃあおっぱい。そういえば言うの忘れてたけど、なんだ？今日コミケ最終日なんだよね。みんな袋持ってて羨ましい限りでしたこ。こからは何に乗るの？乗りたい車両はあるんだけど、運用とか知らなくて。何か情報はないのか？ただ一つその車両は新宿までしか行かないんだよね。ということは新宿駅まで待てばワンチャン。待ってみるよ。相鉄線民の人には失礼なんだけど、相鉄知ったきっかけそうなんだよね。それから車両調べるようになったり。さて新宿行きが入線してくるが、車両はおう、相鉄の車両じゃん。1万2000系だな。意外とこの顔も慣れるもんだね。不細君だね。おやめい。地元より都心を大切に。最近1万系もやられたみたいだもうね。 1万1000系のやつ。うわこの車体めっちゃ反射するやん。というわけで乗車。車内も他車とは全然違うね。座席の仕切りも大きいね。っていうかこの座席塗り忘れじゃなかったのか。コーヒーこぼしたらやばそう。つり革の形も独特だね。車タンクは黒いんだね。すれ違ったのは新型のプレイステーションだね。わからなくもないが、もうすぐ新宿に到着だね。あっという間だったね。そりゃそれだけカットしたらな。車内は無彩色で落ち着いているね。派手な車体とは真逆だな。先頭まで行ってみたらみんな写真撮ってたね。イボ7の出場とは違って平和だったね当。たり前だろ。お前そういえばミスってたな。どうしてこうなった？最後にお見送り。ほんとピカピカだな。これ車体磨きすぎじゃね？そう思うくらいだね。そういえば。してないんだね。新型車はあんましないんじゃね？やっぱ長い列車にはなれないね。名古屋だと中央本線くらいかな？重量固定は論外。どこの会社も6両が最強だもんね。ガラスは名鉄でおなじみの緑系のやつだな。台車は普通の面白くないやつだね。 9000系までは独特だったよね。やべえ長すぎて話すことなくなったんだけど。全部横浜のドス黒い塗装になるのか？そうにゃんのカラーはどこへ？赤い塗装はどこへ？まあ赤色は隣の爆走会社のイメージが強いからね。ならそうにゃんこうなるのか。じゃあ、話すことなさすぎて早く終わりたいんだけど。ドアスイッチついてるんだね。角幅車体なのに顔縦長に見えるよね。2万系は横長のイメージ。いやーライト周りがいいね。地元より都心を大切に。もうそれにしか見えなくなってきた。突然ですが皆様に問題です。次の動画ファイルはどこでしょうか？だろう。正解は、東大和市でした。いやどういうことだよ。適当とかいうレベルじゃないだろ。ファイルないから仕方ないじゃん。やはり最後まで適当だったか。復活後はこうなんだけでなくここスタートの旅もやりたいね。この騒動が収まってからだが。マック拠点はここという認識でいいよ。次の動画は何になるんだ？名鉄大回り旅の予定だよ。それは置いといて今回の旅も終わりだね。最後の乗車電は3万系だね。あれこれコーペンちゃんの編成じゃね？またみんなで旅しような。夢打ち抜く瞬間に君は何